you guys! 皆さん、こんにちは。朝比奈萌音です。今日は、こちらのインバーテッドエンジェル、遊んでいきます。このゲームはね、自分の主人公のお家の前に、この可愛い女の子がやってくるんだけど、主人公はちょっとこの女の子のことを覚えがないらしくて、それをね、うまく話をしながら、どんな関係の女の子だったかっていうのを探っていくっていう新感覚ミステリーゲームらしいです。じゃあ行きましょう。ニューゲーム。足音もなく誰かが歩いている気がした。もしストーカーなら気づかれないように。残業帰りなら家族を起こさないように。あるいは銀の靴を履いているなら思いがけずかかとを3回鳴らさないように。足音を消しているのだろう。もし歩くのが難しい人なら車椅子に乗っているから。幽霊なら足がないから。あるいは天使なら羽があるから足音が鳴らないのだろう。自覚にも望みにも関係なく行為の裏には意思や理由がある。なんだろうこれ。ただしストーカーと天使を天使と意味づけるのは本人の意思ではない。もちろん捉え方次第ではストーカーも純愛だということでもないストーカーなのかなあの女の子。羽が見えるかどうかは世界が転がる中で勝手に決まっていくものだ。そう断定できないってことか。意味とは人や現象の間にある関係性の全体像だというのはラトゥールだったか。いつの間にか眠っていたみたいだ。さすがに体力の限界だったらしい。窓の外にはさっきまでの夕日に代わって月が浮かんでいる。夜空には雲一つないにもかかわらず、やけに埃混じりに見える月だ。とはいえ、時計が指している時刻はまだ世間が寝静まるにもまだ早い。外には帰り道らしいスーツ姿の人や、買い物袋を持った人が見える。めっちゃ連打してくるそうだ、インターフォンに起こされたんだった。きっと荷物が届いたんだろう。夕方に届くと聞いていたけれど、最近は運送業も人手不足らしいので仕方ない。それにしても乱暴な呼び出し方だ。待たせてしまった自分も悪いけれど、何回押しても結果は変わらないじゃないか。早く出なさいお、来た、かわいい。ツインテールだ。誰だろう。そこにいる人物は少なくとも荷物を持ってきた人には見えない。宅配便の人じゃないだろうね。こんなフリルついて、おしゃれして。それにモニターに映ったのは、エントランスではなく、玄関の前だ。ということは、主人公はマンションに住んでて、オートロックかなんかがあるのかな？で、エントランスを通り抜けて、自分の扉一枚先の向こう側に今いる状態か。訪問先を間違えたんだろうか。本当に覚えがないんだ。知らない女性。いないのかな？そんなはずないんだけど。お来たよ。この女の子からかな。人違いにしてはタイミングが良すぎる。状況から察するに、この訪問者からのメッセージみたいだ。トーク履歴もなければ、名前にも覚えがない。そんなことある連絡先だけ交換したくらいの相手か、履歴も残っていないほど昔の知り合いだろうか。いや、こんな、なんかトークでさ、来たよーって言うぐらいの間柄だから、相当昔ってことはないんじゃないか。もしそうだとしても、いきなり家に来るなんて奇妙だけど。いるじゃん！通知の音聞こえたよ。家の中に聞き耳を立てている。
平日はバイトないのも知ってるよ。私が知らない予定があったらどうしようかと思ったよ。どうしてバイトの予定まで知ってる？まさかストーカー？ねえ。なんで出てくれないの？恋人に対してひどくない？あ、恋人なんだ。恋人？見覚えのない人物から身に覚えのないことを言われて頭が追いつかない。あれ？主人公は恋人と思ってないっていうか、誰かも分かってないけど、この女の子は恋人だと思って訪ねてきてるんだ。どういうこと？恋人に許すなんてどういうつもり？釣った魚に餌をやらないどころか、他の魚でも釣ってきたの？やっぱり聞き間違いではなく、この知らない女性は恋人と名乗っている。めちゃくちゃドア叩くじゃん。早く出てあげなきゃ。ね、聞いてるの？浮気してるんじゃないなら出てきてよ。いや、これはちょっと早く出た方がいい気もするよ。人違いなら。ねえ、早く晴らした方が。再び乱暴にドアを叩かれる音で、さっきまでの眠気もすっかり消し飛んでしまった。宅配便を待っていたはずが、こんな目覚ましがやってくるとは。それとも、わざと傷つけようとしてるの？恋愛に腐りかけの甘酸っぱさなんていらないよ。私が恋人のままかどうかは、ままかどうかは君の行動にもよるんだからね。ってことはままかどうかはっていうこの言い方を見るに、なんかあれなのか？別れた可能性もあるのかな？だいぶ昔に。どういう関係？ままかどうかはっていうのは。確かにいくら急に来たのだとしても、恋人に許すまでするのはひどい話だ。まあでも覚えてないからね。人違いって可能性も。自分に対する彼女の怒りは最もだと思う。まあでも、なんか来てたからな、メッセージ。連絡先も知ってて他人ってことはないか。自分にとって彼女が全く知らない人間だということを除けば。普通ならあまり関わり合いになりたい相手ではない。ただ、それでも今の自分にとっては、彼女が何者か確かめるべき理由がある。お？訪問者の正体は？ノーデータ。どういうこと？自分が彼女の正体を確かめなければならない理由が、ノーデータ。これどういうこと？ハテナはあなたの意思と物語の全体性に応じて真相が変化する謎です。ハテナとメッセージ履歴はモニター横のボタンでいつでも確認できます。これかな？これじゃない。あれ？こっちメッセージの履歴かな？こっち？あ、これがハテナか。なんとかして正体を突き止めたいな。とはいえ、このまま居留守をして玄関の前で騒がれると人が来てしまいそうだ。それ入れてあげて、かわいそうだから。そうなると正体を探るのも難しくなる気がする。とりあえず、話を合わせて落ち着いてもらおう。入れるんじゃないの？うちに。あれ？あ、メッセージ返信してる。ごめん、例のあれに感染したっぽくて、ぼーっとしてて。あ、言い訳してるね。自分。ついさっきまで寝てたんだ。まあ、これは本当だけど。そうなの？もうこれは完全にこの子からのメッセージで間違いなさそうだね。無理に声出さないでね。スマホがあると、筆談も簡単にできて便利だね。もうこれは間違いない。彼女からの連絡だ。ごめんね、感情的になっちゃって。でも教えてくれてもよかったのに。心配かけたくなくて。いよいよインターホン越しに喋ることすらしなくなっちゃったんだ。そっか、やっぱり優しいね。でも頼ってくれないとちょっと寂しいよ。彼女は喋りかけてくるのに。とにかくそうとも知らずに急に来ちゃってごめんね。何かいるものあったら買いに行くよ。それともまた今度来た方がいい？
いやー、このまま帰られても困る。お、開けんのかな？自分、せっかく来てくれたし、ちょっと喋りたいな。女性。あれ？喋って大丈夫？気を使わせちゃったかな？ごめんね。この場に留まってもらわないといけないと、とっさの勢いで声を出してしまった。こうなったら恋人という話に合わせて会話をしてみよう。ってことは恋人のつもりで接した方がいいんだ。彼女が何者か探るなら、どんなつもりで接するか考えるためにも、彼女の素性について少しくらい想像しておこう。今の状況だけからは、どんな可能性が考えられるだろうか。推理パート入ったか、これ。勝手に予定まで調べて押しかけてきた、見ず知らずの人物なんて、まず不審者。でも知り合いですらないストーカーが、堂々とインターフォンで鳴らして、しかも恋人を名乗るなんて大胆なこと、するものだろうか。まあしないよね。まだ何もわからないのは当然だけど、ひとまず想像できるとすれば、ストーカーか、実は知り合いか、彼女はどんな人物か。入力するのこれ。入力するんだ。かける。なんだろう、でも、少なくとも付き合っていたみたいな発言があったから、昔の恋人なんじゃないの？でも、昔の恋人なのに、なんか、あたかもこんな、ぬるっとくるものなのかな？人違いじゃない？人違い。エンターかな？違う。人違い。いや、あんまりしっくりこない。あれ？選択肢が出てきた。ただのストーカーだと思うか、実は知り合いだと思うか。知り合いなんじゃない？誰か過去の友達とか知り合いだろうか。それも顔を覚えていないくらい昔の。そうだとしても、どうして恋人を名乗っているのかはわからないけれど。確かにね。でもどうなんだろう、知り合いで忘れてるってことありえんのかな。まあ知り合いの方が見ず知らずのストーカーよりは安心できるかな。なんか溜まったぞ、ゲージが。なんだろうこれ。いずれにせよ今はまだ何もわからない。喋ってみて少しでも手がかりが得られるといいけれど。自分、しばらく喋るくらいなら大丈夫だよ。女性、そっかありがとう。でも無理しないでね。それにしても喉もちょっと痛めてそうな感じの声だね。ミステリーなら家にいるのは別人だみたいな叙述トリックができちゃいそう。なんかちょっと賢いこと言うじゃん。自分、本当に別の人と喋ってるって可能性はないの？これどうだ？なくないか？さすがにメッセージ来てるし。メッセージ来てなかったらありえるけれどね。女性、君が偽物だったらさすがにわかるよ。でも偽物とお話ししてみるのも面白そうではあるかな。まあ確かに。チューリングテストは人間らしさを考えるための実験でもあるわけだから。君の偽物と本物を見比べたら、君のことをもっと深く愛せる気がするね。ちょっとよくわかんない話。私もわかんない。何チューリングテストって。この女の子結構博識なんじゃない？女性。でもね、今はそもそも見抜くまでもなく、絶対にそうじゃないの知ってるよ。だって君が帰ってくるところ見てたし。あれこれストーカー？あれこれストーカーもしかして。自分。ちょっとよくわからない話だ。違う意味で。自分。帰ってくるところを見てたってどういうこと？女性。なんでそんなこと聞くの？これストーカーじゃない？もしかして四六時中ずっと監視してると思って心配になった？そんなことな、うわー
したのこんなやつぎばやに急に。もう追い切れないぐらい早いんだけど、読めるけどさ。何っていうか感染ってまさか、私以外とそういうことしたんじゃないよね。チュー？違います。何怖い。なんか急に覚醒し始めたかのように。怖いよ、この子。少なくとも彼女は人違いをしているのでもなく、間違いなく自分に会いに来たらしい。ちょっと怖すぎないこの子。いや、なんかちょっとさ、怒らせたらやばいタイプの、ちょっとまずいタイプの子じゃないの、この子。ただ人としては間違ってる。女性、私がずっと見てるわけじゃないからって悪いことしちゃダメだよ。確かに監視カメラとか盗聴器でずっと見ていたというわけではないんだろうな。どうかわからないよ、これ。怖いよ、なんかちょっと怖い。もしそこまでの監視をされていたら、平日にバイトがないことなんて調べる必要がない。まあそうか。話を聞いてばかりでも仕方ないな。こっちからも彼女の素性にそれとなく探りを入れてみよう。自分、そういう意味ではさ、知らないことがたくさんあるのはお互い様だよね。今日はうちに来るまで何してたの？女性。疑ってるの？別に浮気なんかしないよ。もう完全に恋人ムーブなんだね。恋人ではあるって思ってるんだ、この子は。でも私に興味を持ってくれるのは嬉しいな。どんな理由だったとしてもさ。自分、普通の雑談じゃん。純粋に興味があるだけだよ。物は言いようだ。興味があるのは嘘ではない。まあね。女性、そっか。なんかあんまりそういうこと言わなそうだったから。嬉しいな。今日はね、お昼過ぎに君が帰ってくるのを見てから、そのまま美容院に行ってきたの。気合い入れないとって感じだったしさ。結構いいとこ行っちゃった。もう帰ってくるところを監視していたことについては触れないとこ。これさ、人違いっていうかストーカーなんじゃないかな。それを聞いてもまた長台詞が飛んでくるだけの気がする。自分、結構いいところってどこの美容院？女性、風呂桶町にミニブタと羊毛ドラゴン飼ってるクレープ屋さんあるでしょ。どういうこと？ほら、君がバイト先で教えてもらったって言ってたお店。あの近くにさ、すごく人気の美容院があるんだよね。確かにそのクレープ屋は、バイト先で教えてもらった店だ。ってことは？やっぱり自分が、バイト先の話を、ね、どうでもいいこんな話をするぐらい親しい仲ではあったんだ。ってことはやっぱ、彼女というか、間違いなく知り合いなのかな。行きつけの場所とかこういう関係ぐらいなら、勝手に調べられるのかもしれないけど、バイト先で聞いたなんてことまではストーカーが調べるのは難しい気がする。やっぱり彼女とはそれなりに親しいということだろうか。また、自分の些細なエピソードまで知られてる理由はノー。女性、せっかくだしトリートメントとかヘアカラーのリタッチもしてもらって、君に早く見てほしいなって思って美容院からここまでまっすぐ来ちゃった。確かにすごい綺麗に染まってるね、根元まで。絶対色抜いてブリーチしてるもんね。髪の毛もツヤツヤで可愛いでしょ？画面越しなのが残念だけど。いや、画面越しでもわかるぐらいに天使の輪ができてるよ。綺麗。自分、確かに画面越しだとキューティクルまではわかりづらいね。どんな会話よ。本当は元を知らないから違いをわかりようがないけど。女性、感染を気にしてくれてるなら、ちょっとくらい中に入れてくれても平気だよ。まだ何者かはわからないとはいえ、好意を持ってくれてる知り合いなら、感染させるのは気が引けるな。いや、そりゃそうだよ。だし、知り合いとはいえまだはっきりしてない以上はちょっと怪しいし、まだ入れない方がいい気がするな。自分、さすがに感染が心配だから今日はやめとくよ。女性、そっか。
早く治ったらいいね。というか、いつから具合悪いの？今日も無理して出かけたの？自分、具合悪くなったのも今日の今日だよ。朝から少しずつ。ちょうど昨日までが潜伏期間だったんだろうね。ねえ、女性。そっか、無理したわけじゃないならまだよかったよ。今日も大学の授業？そうだよ。何の授業だったの？今日は細胞の培養の話だよ。再生医療とか、培養肉とかに関係あるやつかな。ね、女性、相変わらず難しそうなこと勉強してるね。同じ学校に行ってるわけじゃないのかな？それとも同じ学校には行ってるけど、違う専攻を取ってるのかな？どういう関係だろう？彼女はやっぱり自分の勉強していることなんかも元から知ってるかのような口ぶりだ。女性、でも生物のこと勉強してるのに自分は感染しちゃうんだね。なんか怖いな。自分、それはあんまり関係ないよ。整形外科医だって骨折すんじゃん。女性、整形外科医も骨折するの？整形外科医も骨折するよ。するよね。何それ。お医者さんは風邪ひかないみたいなこと言ってる。女性、じゃあ君はもしかして生物とか細胞が好きだからってわざと感染したの？なわけあるかい。自分、話のつながりが全然見えないんだけど。女性、羊が好きな人ってさ、羊飼いになりたい人と羊になりたい人どっちが多いんだろうね。それは、羊飼いになりたい人だと思ってるけど、どうなんだろう。いや、なりたいぐらい好きだから羊を、羊が可愛くて好きだから羊と一緒にいたいから羊を飼いたいから羊飼いになりたいみたいになるのかなと思ったけど、羊になりたいってパターンもそっかあるのか。自分、言いたいことはなんとなく分かったけど、別にウイルスが好きなわけじゃないよ。それに、100歩譲ってウイルスが好きだとしても、みんながみんな羊飼いにも羊にもならなくない？というか、そもそも羊にはならないじゃなくてなれないだし。女性、私はできるかどうかじゃなくて願望の話をしてるんだよ。自分、ウイルスにも羊にもなりたくないよ。女性、感染者のことをウイルス飼いって呼ぶようにしたら羊飼いみたいでちょっと可愛くない？自分、君と喋るのが骨が折れるよ。むしろ整形外科医の話で言えば逆かもね。逆？自分が望まない怪我をしたのをきっかけにスポーツ医学の道に進む人も結構いるよ。試合中に自分が大怪我したからこそその怪我のメカニズムを研究するとかさ。これは確かにそうかも。ね、なんかよく聞く話だと、ね、自分がスポーツバリバリやってて、で、怪我してスポーツができなくなっちゃったから、それを機にとかっていう人多いよね。女性、へー、そういうものなんだね。確かにそれはスポーツ医学の話じゃなくても、なんとなくわかるかも。何かを深く考えたいって思うときは、それなりにその人の悩みがあるんだろうね。自分、どういうこと？女性、自分とか他人ってなんだろうみたいなこともさ、そこに引っかかって思い悩むほどの疑問があるから深く考え始めるわけだし、本人にとって大きい疑問だからこそ、向き合うに値するものになるんだろうなーって。自分、なるほどね。確かに似たようなことの気がする。女性、疑問は疑問として輪郭を与えられてこそだからね。でも、君がウイルスについて深く考えるほど思い悩んでなくても、今の君はウイルスと向き合わないといけないよ。わかってるって。押しかけておしゃべりしてる私が言うのもなんだけど、おとなしくゆっくり休んでね。おー、よかった、帰ってくれそう帰ってくれそうだ。ネズミドリランドの年パスもせっかく買ったのにあんまり使ってないんだしさ。年パス一緒に買って行くほどの仲ってことはやっぱ知り合いで？
あれかな？なんか私分かったかもしれない。実は恋人じゃないけど、恋人になるぐらいの近しい関係なんじゃない？冗談で恋人っぽく振る舞ってるだけで。すごい近い、女友達とかじゃない？女性。あと1ヶ月くらいしか期限ないから、もう1回くらいは行きたいなって思ってたの。もう1回くらいはってことは何回か言ってんだもんね。彼女の中には自分とテーマパークへ出かけた思い出もあるらしい。それはそうと、そのテーマパークは何なんだ？自分、そうだね。今月中にはまた行けるように安静にするよ。なんでこの主人公さ、覚えてないのにそうだねとか適当に今月中とかさ、言っちゃうんだろう。よくないよな、期間をなんか、はっきりこう言ってさ、今月中とか言っちゃうの。期待させちゃうじゃんか。手がかりが得られてるようでそうでもないような。少なくともこのまま話してるだけでは拉致が開かない気はする。雑談を続けてみるか、少し行動を起こすか。お、選択肢か？雑談は物語の進行に影響はしません。ってことはしても意味ないってことかな。なんだろう、買い物を頼む。チューリングテストについて聞く。さっき見た夢について聞く。チューリングテスト知りたいな。私チューリングテストわかんないんで聞きます。さっき言ってたチューリングテストって何？教えてほしい。女性。チューリングテストね。君から見て私って人間？これ本当に待って、関係ない雑談なのかな？めちゃくちゃなんか怖いけど、言ってること。それはもちろん人間だよ。実はエイリアンとか言わないよね。そういうオチ？正体不明ではあるけど、人間ではあるはずだから嘘は言ってない。本当は人間じゃないのかな？可能性あるな。待って、出てきたぞ、その可能性。なんでそう思うの？なんでってそれは、人間の形をしていて会話ができたりするからかな？女性。そうそう、そんな感じだよね。じゃあさ、私はさっき君にスマホで連絡したけど、その向こうにいた私は人間？怖い。まさか未来から来たターミネーターみたいなロボットとか言わないよねまさかそういう感じなのかな？ロボット？未来から来た人型ロボットだ。自分、そうだと思うよ。今こうして姿も確認してるしね。もし今日私がここに来てなくて、文章だけ見ていたら？まあ、画面の向こうに人間がいるなぁと思っているんだろうけど。でも最近だと AI が文章を書いたりもするからな。そうね。もう人間と見分けつかないよね、さすがに。女性。まさにそれがポイントなの。もしも私と AI、どっちがメッセージを送ってるか区別がつかなかったら？自分、何を言いたいのかがなんとなく分かったよ。AI のことも人間だと思えるってこと？そういうこと。私たちが他人を人間だと思うのは、なんとなく人間っぽいかを判断してるだけ。明確な理由なんかないなら、じゃあ人間と区別がつかない AI ができたなら、それはもう人間って言えるんじゃないかなってことを考えるための実験がされてたの。そういうことか。例えばチェスの相手を隠して、対戦相手が人間か AI か見抜けるか試すとかね。なるほどね。なんかすごく性格が悪い気もする実験だね。ってことあれか。今、ね、実況してる私が、本当は狼かどうか。ややこしくなるな。それとさっきの話はどう関係あるの？チューリングテストは人間らしさを考えるための実験でもあるとかいう。これは別に人間を AI で騙そうっていう話じゃなくて、むしろ逆なの。逆。人間みたいな AI を作るんじゃなくて、AI を通して人間について考えるってこと。人間らしさとはどこにあるかってことか。人間と区別することも難しいような AI が、それでも人間とは違って見えたら、その違いにこそ人間らしさっていうのが何なのかが現れるかもしれないでしょ？自分、
なんとなくわかるような気はするけど、どうして知らない人とこんな普通に雑談をしてるのか、しかもこんなハイレベルなわかんないけど、普通になんか賢い会話をしてるような。インターホン越しに。自分。でもモニター越しの入れ替わりトリックと AI は関係ないんじゃない？女性。この話を AI と人間だけの話だと思ったらその通りだね。でも私はそうは思わないというか、もう少し抽象度を上げて考えてもいいと思うの。この話で大事なのは AI と人間の違いとか、人間とは何かとかに限らず、本物と偽物を比べたら本物のことがもっとわかるっていうところ。チューリングさんは人間とは何かについて考えたいだけかもしれないじゃん。そうかもしれないね。でも今してるのは私にとってのチューリングテストの意味の話だからね。だから私のチューリングテストで大事なのは君か君じゃないか。偽物が知らない誰かでも AI でもいいけど、とにかく君の偽物がいたら本物の君のことがもっとわかりそうっていうのが私の言いたかったことだよ。自分。偽物をどうやって用意するのかはさておいて、少しは分かったよ。本物と偽物を見比べると本物のことが分かる。逆に言うと、本物と偽物の区別がつかなかったら、それは本物ということになるのかどうかっていう話か。彼女の素性に関係あるかわからないけど、少し覚えておいてもいい話かもしれない気がする。まあ、そっか。これはでも関係ないんだよね、ストーリーと。お、女性。ちなみに一応釘を刺しておくけど。こう言ってる私が AI だということはないよ。もちろん信じるかどうかは自由だけど。待って、これ分かった。私分かった、これ。この話の内容的にあれじゃない？未来から来た AI ロボットじゃない？あ、でも AI じゃないよって言われたんだっけ？あれ？ちょっと待って。メッセージログ。あ、見れないんだ、会話履歴は。あ、そうそう、ここにあるな。バックログ。AI ということはないよ。ロボットとは言ってないもんね。ロボットも AI に含まれるのかな？そしたら何？未来から来た彼女？熱っ。そんな展開だとしたらなんかすごい急に感動話になりそう。未来から彼女が。でもなんで？なんか自分に不幸が起きるから彼女が助けに来たとか？だとしたらこんなインターホン前でこちゃこちゃ話してないよね。まあいいや、ちょっとチューリングテストは聞いたから夢について聞くわ。さっきの夢に出てきたラトゥールって何なんだろう。いやー、素性もわからない相手に聞く話じゃないか。もし一度でも彼女の正体が分かって再びこんな夜が来るようなことがあったら聞いてみてもいいのかもしれないけど。ほー、聞けないんだ、これについては。じゃあ買い物頼む行きましょう。自分、ごめん、ちょっと。どうしたの？申し訳ないんだけど、やっぱり買い物してきてもらってもいいかな。家に食べ物も飲み物も少なくて、これから寝込むと思うとちょっと心配で。この際なら誰だかわからなくても、買い出しを頼みたいのは事実。まあそうだよね。弱ってるとなおさらね。彼女の素性がはっきりしないことをさておいても、知り合いであるならば素直に好意に甘えたい。大丈夫なのかな？変なもの入れられたりしない？まあそんな悪い子じゃないか、さすがに。それに、ここ一旦離れてもらってる間に少し頭を整理したい。確かに。女性。いいよ。というかごめんね。楽しくていっぱい喋っちゃったけど、喉も痛いよね。人の気持ちを考えようってみんな小さい頃から言われてるはずなのに、未だにうまくできないや。いいよいいよ。むしろお見舞いに来てくれたんだとしたら、お見舞いに来たわけじゃないのか。なんで出てくれないのっていう入り口だったもんね。知らないで来たのか。いやいや、そんなことない。もっと早く言えば済んだだけのことだから。女性。気持ちを言葉にしてくれてもきっとあんまり変わらないよ。自分で想像して輪郭を与えないとダメなの。なんか言い回しがいちいちあれだな。気になるな、なんか。
言葉にできることなんて考えてることのほんの一かけらなんだから。言葉にできることなんて考えてることのほんの一かけらか。これはわかる気がするな。彼女の考えてることも正体もこんな数分の言葉でわかるはずがない。でも自分の中での想像の方向性くらいは決めておきたい。彼女の振る舞い自体は確かにまるで恋人。少なくとも知り合いにも見える。とはいえ、ところどころに違和感もあるし、100歩譲って本当に恋人だとしても奇妙だ。しばらく喋ったことで彼女の素性への印象や想像は変わっただろうか。何これ？現在の想像を保ちますか？過去に仲が良かった誰か。これどういう意味だ？あ、最初に私がそう思ってたのが今も変わらないかって意味なのかな？最初は、でも私人違いって言ったなかったっけ？まあ、でも話の流れで、そっか、仲のいい誰かかなーって思ってたけど、でもなんか話の流れ的に、そんなすごい昔ってわけでもなさそうだし、ねえ、だって、年パス買って、ついこの間も行ったぐらいの中でしょ？で、なんか急に、なんか、そこにいる存在が本当かに、偽物かみたいな話をふっかけてきたり、これ未来の、彼女説、あるよな。まあ、でも、そんな突拍子もないことあり得る？まあ、ここですぐ決めなくてもいいか。じゃあ、はい。もうちょっと知ってからでもいいよね。やっぱり赤の他人が勝手に調べたにしては自分のことを知られすぎてるし、彼女の振る舞いも恋人とは言わずともあまりに知り合いとして自然な気がする。自分が気づいていないだけで、自分に関係のある誰かなんじゃないか。不審者と切り捨てるよりは、自分が何かに気づいていない可能性を考えていこう。お！またメーターが。これ溜まるとなんか、彼女の正体、思い出すのかな？思い出す。なんだ？意思は行動を決め、意味は関係性の全体像として浮かび上がる。これが、この謎解きのヒントなのかな？意思は行動を決め、意味は関係性の全体像として浮かび上がる。私が考えてること、打った内容が関係性につながるよってことかな。あなたの意思は器を満たし、さっきのハートの小瓶かな？この先の行動に影響を与えました。どういうこと？こうやってハテナが埋まってくんだ。なるほどね。で、残り2つのこのハテナも埋まってくんだ。こうやって会話をして考えていくうちに。女性、黙り込んでどうしたの？いやー、なんでもないよ。そっか。でも、無言にだって何かはあるよ。まあね、急に頭真っ白になってポケーっとしてるわけじゃないもんね。そりゃそうだ。っていうのも分かった上で、さっき言った通り全てを聞きたがったりはしないよ。自分、さっきその言葉を言った時はもっと凄まじい勢いで喋ってたじゃん。すごい矢継ぎ早いね。女性、それはさ、君が私のこと不安にさせるから。この人は何者で頭の中ではどんなことを考えてるんだろうか。冷静に思わせぶりなことを話していたかと思えば、劣化のごとく怒ったり、やたらと感情の起伏が激しい人だということは分かった気がする。やっぱ怒らせちゃまずい人だよね。女性、あんまり意地悪なことばっかり言ったらダメだよ。じゃあちょっと行ってくるね。はい。ということで今日はここまでにしたいと思います。買い物に行った後、何が起こるのか、また次回、お楽しみに。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。